どうも、弁天クルーのタイガです。というわけで、今回はスニーカーレビューでございます。3月6日土曜日発売のスニーカーでございます。当日はですね、僕3年ぶりにアトモスさん並びました。渋谷のアトモスさんに並んで購入しました。3月6日土曜日というと、皆さんもご存知、シュプリームのダンク SB の発売日ということでね、午前中までしか渋谷にはいなかったんですが、すごかったですね。本当に。アトモスさんのドレスコードのジョーダン履いた人とか、シュプリームの袋を持った人、たくさんいて、ちょっと驚きました。僕もね、知り合いがシュプリームのダンク SB 変えた方がいて、たまたまちょっとあったんですけど、その方は茶色のダンクね、変えてましたが、ちょっと見せてもらったんですけど、めちゃくちゃかっこよかったですね。はい。そんな激戦の一日だったわけなんですが、僕が今回購入したのがこちらです。ナイキさんのエアジョーダン1ハイレトロ OG のユニバーシティブルーです。Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluff it. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Down and I'ma get it right. Dead on sight like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like. はい、というわけでですね。めちゃくちゃ実物がいいんですよね。結構驚きです。久々にオリジナルカラー以外で、ちょっとこれはかなり当たりなんじゃないかっていうような色味ですね。はい。去年のですね、夏頃に多分初めてリークが出たと思うんですが、その時はですね、このオーバーレイですね、ユニバーシティブルーの部分がもっと鮮やかで、UNC カラー、いわゆるパウダーブルーが使われてるのかなっていうカラーリングと、プラスアルファスムースレザーだったんですよね。それが月日を重ねるたびにちょっとだんだんと変わってきて、ナイキさんでよくありがちな、いらんことすな、みたいな感じ。なんて言ったらいいんですかね。今回に関しても結局スムースレザーからヌバックにオーバーレイが変わってたりとか、色味もやや薄いユニバーシティブルーに変わってたりっていうので、ちょっと実物手に取るまでは本当にどんな感じに仕上がってんのかなっていう。ナイキさんマイナスでデザインを作り上げていくっていうより僕たちがあんまり望んでない方向にプラスでデザインをしていく感じなんで、ちょっと望んでるのと違う色味になるんじゃないかなってすごい心配してたんですけど、今回のこちらのユニバーシティブルーに関してはね、めちゃくちゃ大当たりでした。ちょっとね、ナイキさんに対して信じてなくて申し訳ないですっていう気持ちなんですが、で、まずカラーリングの話なんですが、こちらのユニバーシティブルーのカラーリングのお話っていうのはちょっと一旦置いといて、UNC カラーについてなんですが、UNC カラー、ユニバーシティオブノースカロライナ。ノースカロライナ大学のカレッジカラーなんですが、言わずと知れたマイケル・ジョーダンのですね、出身校がノースカロライナ大学なんですが、そのカラーリングを落とし込んだのが、いわゆる皆さんがよく言う UNC カラーとか UNC って呼ばれておりますが、今回のユニバーシティブルーっていうのと、やっぱり色味がちょっと違ってくるんですよね。あちらの UNC に関しては、一応カラーコードはパウダーブルーとか、ダークパウダーブルーっていうのが使われたりしてるんですが、今回のこちらに関しては、やっぱりUNC カラーと比べて若干薄いかなっていう印象です。ユニバーシティブルーって最近の記憶だと、レディースのエアジョーダン1ローカットの UNC でね、ユニバーシティブルーが使われてました。SB から出たエリック・コストンのね、ジョーダン1のローカットの
の、UNC カラーと、全然ね、レディースのモデル、ちょっと色味が全然変わってくると思うんですが、まあそんな感じですね。なので今回はこちら、UNC カラーと言っていいのかどうなのかって、ちょっとすごく微妙なところではあるんですが、まあ海外サイト、情報サイトであるとか、海外のスポーツショップではね、一応 UNC カラーとして販売されてるところもあるんで、ちょっと何ともは言えないところですね。まあユニバーシティブルーってユニバーシティって入っちゃってるんで、まあ UNC でもいいかなっていうところなんですが、まあちょっとそのあたりは微妙なところかなと思います。まあいかんせんね、やっぱりブルー系ってジョーダンの中でもすごく人気が高いんで、こちらもね、今後さらに注目度を集めることになっていくんじゃないかなと思います。じゃあまあ早速ディティール見ていきましょう。まず、まあボックスですね。はい。今回僕は26センチを選びました。久しぶりの黒と赤のオーソドックスなジョーダンのボックスとなっております。まあ僕にとってはね、シャドウ以来なんで3年4年ぶりぐらいのボックスですね。続いてアウトソールです。アウトソールめちゃくちゃ鮮やかな、ユニバーシティブルーとなってます。ユニバーシティブルーというか、これがパウダーブルーなんじゃないかっていう思うんですけどね。まあ一応ユニバーシティブルーというカラーリングとなっております。ミッドソール。ミッドソールはホワイトですね。はい。で、アッパーですね。アッパーはですね、3色構成となっております。まあお気づきの方も多いと思うんですが、いわゆるシカゴのカラーブロックを落とし込んだカラーリングとなっております。まあ一応これが UNC とするならば、だから、シカゴのカラーリングを使って、ジョーダンのね、ノースカロライナ大学のカラーリングを落とし込んだっていう、かなり激アツな配色となってるんじゃないかなと思います。まあトーボックスであるとか、クォーターパネルっていうのは、ホワイトですね。で、オーバーレイに関しては、ユニバーシティブルー、スーシュであるとか、ウィングロゴ、あとアンクル周りですね。このあたりっていうのは、ブラックでガツッと引き締められたようなカラーリングとなっております。まあトーボックスとクォーターパネルのホワイトですね。最近ナイキさんでよく使われてる、シボ強め、シワ強め、のマットなホワイトのレザーが使われております。で、気になるオーバーレイですね。オーバーレイめちゃくちゃ綺麗な、ユニバーシティブルーとなっております。こちら海外の YouTuber で割となんかスウェードとかって言われてるんですけど、これヌバックですね。はい。質感がめちゃくちゃいいヌバックとなっております。本当にね、なんかね、光の加減によって色味が全然変わってくるので、なんかスムースレザーよりすごくいいんじゃないかなと思います。僕は最初スムースレザーの方が良かったなって思ってたんですけど、これは実物撮ると、ヌバックで大正解だなっていうようなデザインとなっております。ほんとさすがナイキさんっていう感じですね。はい。で、スーシュブラックと、ウィングロゴもブラックなんですが、ウィングロゴはですね、エンボス僕のはね、やや浅めの感じとなってます。まあ、これはでもどうだろうな、個体差あるかなと思います。まあ、プレスの関係でね、このエンボスの強い弱いは変わってくると思うので、続いてなんですが、シュータンですね。シュータンホワイトで、タントップに関しては、まあ、ブラックとユニバーシティブルーでナイキエアとスシュが入っております。で、履き口周りですね。まあ、このアンクルのあたりがブラック。履き口周りもメッシュのブラックとなっております。一応インソールですね。ちょっとインソール今回剥がしてみました。ブラックにロゴっていうのはユニバーシティブルーですね。まあプリント乗っかってるだけなんで、これ多分すぐ剥がれちゃうと思うんで、剥がれるの嫌っていう方はね、ドライヤーなんかで温めて剥がしてみてもいいかなと思います。まあ一応なんですが、糊付けに関してホワイトフットの部分はなんか糊ついてないような感じですね。で、ボーダーでバーっと糊がついてるような感じでした。今回は一応こんな感じで糊付けされてました。で、気になるシューレースなんですが、シューレースデフォルトでブラックが入っております。まあ、ブラックね、さっきも言った通り本当に引き締まった感じで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、かなりいい感じかなと思います。で、今回替え紐でですね、ユニバーシティブルーが入ってますんで、これも入れてみました。これもいい感じかなと思うんですが、やっぱりオーバーレイとの色味が若干違ってくるので、気になる方はどうかなっていうような感じですね。続いて家に転がってたオレンジを入れてみました。まあ、いわゆる元ネタは皆さんご存知のあれなんですが、どうかな。まあ、僕はあんまり好きではないんですが、割と合ってるかなっていうような印象です。丸紐を使ってます。キック6
ダンのものだったと思います。そして最後、これは付属ではないんですが、ホワイトのシューレースを入れてみました。ホワイトが優勝かなっていうような感じですね。夏とかはホワイトすんごいいいんじゃないかなと思います。まあね、シューレースはホワイトかなり一番良かったかなっていう感じなんですけど、僕としてはちょっとこの引き締め要素強めで黒が結構いい感じなのかな。難しいところですね。僕基本的にスーシュであるとかウィングロゴのカラーリングとシューレースは合わせたいなと思ったりしてるんで、しばらくは黒でいって、飽きたらホワイトをね、入れてみたいなと思います。一応質感の話なんですが、去年ね、11月に買ってもうめちゃくちゃお気に入りになった CO.jp のミッドナイトネイビー。これもね、ホワイトの部分がシワ感、脂肪感強めのマットなホワイトで、オーバーレイが、ネイビーではあるんですが、ヌバックが使われておりまして、こちらとね、素材感としてはほとんど変わんないような感じとなってます。終端がね、CO.jp に関してはレザーなんですが、こちらはナイロンということで、数種のレザーの質感もちょっと変わってくるんですが、ほぼほぼね、質感は変わらないような感じとなっております。CO.jp の何が気に入ったかっていうと、カラーリングもほんとそうなんですけど、ほんと素材感なんですよね。だからこれもほぼほぼ変わんないような感じなんでね、めちゃくちゃお気に入りの一足になるんじゃないかなと思います。よし、というわけで、それでは早速履いてみましょう。いや、めちゃくちゃいいですね。はい。いいな、なんかパシッと決まってもらった感じですね。黒紐もいい感じですね。今回はちょっと最近お気に入りのクリーム色のパンツなんで、ホワイトのシューレースの方がこれには合うかなっていう感じなんですが、黒でね、しばらくは行きたいなと思います。このソールの感じもいいんじゃないかなと思います。こうした方がいいですかね。はい。いいですね。はい。一応サイズ感なんですが、今回26センチをちょっと選ばざるを得なかったっていうか、マイサイズの 25.5 目の前で売り切れちゃったとか、25.5 に関してはね、入荷が1足のみだったみたいなんで、はい。ちょっと26を選んできましたが、ちょっと厚手のインソールを僕は入れて、ちょっとサイズ調整をしておりますが、脱ぎ履きしやすいのはやっぱり、マイサイからハーフサイズアップとかワンサイズアップした方が、ジョーダンは脱ぎ履きの点ではいい感じなのかなと思います。ただ、ぴったりで履いた方が、かかとがね、擦れちゃうことっていうのがそんなにないんで、ジョーダンとかダンクはきつかったとしても、もうぴったりで履いた方が、長い目で見たらそっちの方がいいんじゃないかなと思います。いや、ハマるなぁ。本当にハマるなぁ。このヌバックの感じね、いいですね。淡い色で優しい雰囲気となっております。この黒紐とスーシュとかがすごい合ってるかなと思います。いや、これはちょっとしばらくこれを履く日が増えそうですね。85、ちょっとまた出番がなくなりそうな感じだな。85でね、親指ちょっと負傷しちゃって、しばらくここ最近履いてないんですが、ちょっとこいつがかなりお気に入りランク上位に入りそうな気配がしてます。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はナイキのエアジョーダン1レトロハイ OG ユニバーシティブルーのご紹介でございました。最初にも言った通りね、僕の中では本当にかなり久々のヒットのジョーダンのカラーリングですね。ちょっと子供っぽいかなっていう感じではあるんですが、ここ最近青系とか白のシャツを着るようなちょっと綺麗めな感じでまとめようかなと思ってる時にですね、結構このスニーカーはガツッと合ってくれるんじゃないかなと、色合わせもしやすいんじゃないかなと思いますんで、ちょっとこれからどんどん、暖かい季節になっていくんでヘビロテ間違いなしかなと思います。僕たちの動画ずっと見ていただいている方ご存知だとは思うんですが、僕正直言うとジョーダンはそんなに好きではないモデルではあるので、前のねミッドナイトネイビーがちょっと自分でもびっくりするぐらいかなりお気に入りになっちゃって、そこからジョーダンもね85をお譲りいただいたりとか、今回のこちらも履いて、ちょっとジョーダン1どんどん深掘りしてみようかなとも思ってますが、言ってもジョーダン1本当沼中の沼なんで、スニーカー界の中では本当にちょっとハマっちゃうとやばいんでね、ほどほどに。これからはちょっとジョーダンに関してはよっぽどいいカラー以外はちょっとなかなか手を出さないかな。あとオリジナルカラーですね。はい。オリジナルカラーちょっと期待なんですが、こちらも本当オリジナルカラーに匹敵するぐらい両カラーとなっております
ますので、もしね、二次流通とかで気になってる方がいらっしゃいましたら、これはちょっと買って損なしの一足かなとなっております。というわけで今回のスニーカーレビューでございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。